おはようございます。皆さん、今日もね、朝ココライブバージョン2.0、新しくなった朝ココライブは始まりましたよ。おはようございます。皆さんもね、今日はね、ちょっとね、なんかね、ちょっとよからぬ発表がね、あるようですよね。ちょっと気になっちゃいますね。もうやっぱ気になりすぎてるんで、起きてない人はいないと思いますけど、一応、起きてくださいね。今日もね、いろいろね、なんかネタが、まあ、そんなにあるかないかはわからないんですけど、行ってみよう。今日もね、頭の上でガタガタ騒いでいるのは、こちらは視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。こうガタガタうるさいですね。有料のガタガタをやってる人もいますね。こう、おかしいんですね、きっとね。おはようございます。今日はね、ちょっといきなりなんだか、秘宝から入っているようなんですよ。ちょっと嫌ですね。悲しいですね。一体何があったのでしょうか。いきなりですが、秘宝です。なんと、朝ここガンギマリおじさん、悲しみの訴え。なんとですね、以前の朝ここが恋しい、悲しくてガンギマリおじさんが涙を流してしまったようですね。これは悲しいですね。おじさん泣いてますね。おじさんやっぱりね、最初はアンチから始まってね、気づいたらガンギマっちゃってね、毎日見てたんですけどね、変わってしまったことでね、泣いちゃったみたいですね。これはちょっとホームシックですね。これちょっとかわいそうですよ。まあね、やっぱ朝ここ2.0でね、変わってしまいましたからね、いろいろと内容がね。まあやっぱね、ちょっと変化がね、大きいでしたら、ピエンしてしまうこともあるかもしれませんね。まあ成分変わっちゃいましたからね。このね、ちょっとおじさんを悲しませてしまったこちらの件について、朝ここ P に話を伺いますと、朝ここを守るために変化は仕方がなかった。やっぱね、おじさんを悲しませました罪はでかいですけど、やっぱね、朝ここを守るためには、仕方がない変化だったようですね。皆さん、これは一体どういうことなのでしょうか。実はですね、これね、朝ここ、毎日ね、朝ここを用意しますために、大変だみたいな皆さんね、これ大変だからやめたんじゃないかと思ってる方ね、多いかもしれないんですけど、それではないんですよね。これちょっとね、朝ここ P に聞いてみましょうか。実はですね、朝ここニュースでね、いつもね、用意するんですよ。朝ここで取り上げるためのニュースを。ランキング形式でね、このようにね。前日にね、朝ここで取り上げたいニュースランキング。もちろん1位はね、これ絶対面白いだろうっていうのを持ってくるんですけどね。だいたい10位ぐらいまで行きますと、正直そんな、ニュースですけど、ちょっとオチは作れないかな。報告だけになっちまうかな、みたいなね。そんなもんも用意しますよ、もちろんね。1位から10位までいつも用意してね、もちろんね、これはね、1位からだいたい5位ぐらいまでを使って、5、3、2、4、1ぐらいの勢いでね、記事として並べていっていたのですが、もちろんね、1位は最後に持ってきたいですよね。そういう感じで番組を構成していたのですが、なんと1位から4位がちょっと最近ね、運営によってね、最近というか2ヶ月ぐらい前か、見えないですね。何も言ってないですね。見えないですね。何によって封殺されたのか見えないですね。見えないんですけど、何かによってね、封殺されてしまっていたようなんですね。これちょっと記事にしたいんですけどね。これ記事にしていいですかね、朝ここで。ダメです。ダメ、そうですか。面白くできる自信があるんでお願いしたいんですけど、ダメです。というね、ことが起きていたんですね。
とね、厳しいですよね。そしてさらに最近になりますと、これで頑張ってたんですけどね、封殺された状態で。その仕方ないので5位から7位ぐらいで乗り切ってたんですけども、最近それも封殺されちゃいまして、これちょっとね、もうさすがに8、9、10のオチも作れないようなネタでちょっとできないなということでですね、有識さんによると、この状態での継続はいい判定で東大受験と同等。もう分かりきっちゃったんですよね。さすがにね、ちょっとね、つらたんですね。というわけで皆さんの意見は、これが圧力、それは無理。無理ですよね。結果がちょっと分かりきっちゃってるのに、時間かけてね、そう行くよりもね、別のことしてた方がいい気がしますね。そういうわけで、皆さん、朝ここ P から、悲しむ皆さんへね、やっぱりね、ちょっと、悲しみのね、ちょっと、魂のメッセージがね、あるようですから、こちらね、ぜひ見ていただきたい。やっぱり前の方がいい。そう聞くとみんなね、やっぱ朝ここを愛してくれたと思ってやっぱ嬉しいですよ。それでもね、頑張ってこれから死に物ぐらいでね、頑張っていきたいと思いますのでね、皆さんきっとね、バージョン2もね、長く愛されますようにちょっと頑張りますんで、楽しいと思ってもらえるために少しでも皆さんのね、朝を笑顔にできるように、健康にもね、気をつけながら適当にやるで。頑張るということですからね、皆さん、ぜひね、応援していただきたいと思います。仕方がないですよね。ちなみにね、この 2.0、バージョン 2.0、これね、実は今ね、教育番組化しましてね、これはさすがにね、もう運営もにっこり、運営もにっこりなんですよ。みんなね、今までね、運営の人もちょっとここで言わないでくださいよって言われてましたけど、こちらに関しては運営もね、こんな文章をね、入れてくるぐらいにっこり、にっこりしているようですね。これからね、朝ここ P によりますと、楽しくやりながら運営の監視対象から外れる。まずやるべきことはこれだということですね。やっぱ現在はね、これね、監視対象から外れる、まずこれが先決というわけでね、皆さん教育番組健全のね、もう PTA もにっこり PTA もにっこりの健全な番組をよろしくお願いしますね。というわけで本日皆さんに覚えていただきたい言葉は、今はその時ではない。今はね、その時ではないんですよね。仕方はないですよね。こちらを英語にしますと、Now is not the best time ということですね。これもちろんね、皆さんこれ非常に分かりやすいと思うんですけど、今はもちろんね、なんとかしてる now とかよく言うので、now ですよね。これはわかると思うのですけど、is not つまり now はnot なんとかではない the best time、 これは皆さんわかりますよね。ベストな時ではないという、それを合わせていきますと now is not the best time になるんです。ところでこれってなんで、これよく英語でよくやりますよね。 is not ってisn't って言わないんですか？ isn't っていう言い方をするじゃないですか。なんで省略しないんですかと思うかもしれないんですけど、こちら、大抵の is not は isn't にされるんですよ。でもこれをね、されていない文章を見つけたら、それはつまり省略をしたくないんですよ。なぜかと言いますと、この not を強調したいからなんですね。つまり Now isn't the best time という言い方をしますと、not を強調していないので、今はその時じゃないよみたいな軽い言い方になります。これを Now is not the best time という風にね、あえて省略をせずに not を言うことによって、今はその時ではないと
ね、ないを強く言うことができるんです。ですから皆さん、このようなね、あえて省略していない文章を見つけてしまいましたら、これをね、言葉で口で出しますときに気をつけてほしいのは、ここに一番強調を入れてください。つまり Now is not the best time ではなく Now is not the best time という言い方を、発音の仕方をしてみてくださいね。そういうことです。それではですね、次のニュースいってみますか。なんとですね、これ朗報が入っているようでしょ。朗報ですよ皆さん。一体何でしょうか。なんとこちらですね、皆さん、もう、これは以前にもお伝えしましたけど、かなた氏と桐生ここ氏、今ね、引っ越しのタイミングも重なりましたし、いろいろなことがあってね、同居することが決定したというのは、皆さんもうね、知ってる人が多いと思います。ですがね、こっちね、まだいろいろとね、今話進めているんですが、この際にもね、ルールなど決めた配信もね、やったんですよ。皆さん、こちらの配信ね、6月3日に、かなたチャンネルで配信を行いまして、ルールをね、決めたことは覚えていると思うんですけどね。皆さん、これ見てくれました？このてーがあるんですけども、こちらね、当日ね、かなここ同居、こちらのハッシュタグで調べますと、ちょっとてーの過剰供給で、もう死人がね、ちょっといっぱい出ていたようなんですよね。これね、こちらのハッシュタグ、ぜひ皆さん今からでも調べてみてください。非常に面白いね。言葉を失って語彙力がなくなってしまってる方がね、ちょっとたくさんいらっしゃったのですけども、これなんか、続報が入っているようですね。皆さんちょっと続報を見てみましょうか。これ現在物件を探しているようで、このようにね、ルールを決めたりしたのですが、一体これ一体何があったのでしょうか。皆さん気になりますよね。これがなんと気になる内容がちょっとね、消えてしまったようなので、豚汁どこ行った？皆さんちょっと待ってください。とりあえずCM 行かせてくださいよ。かなたん、いい物件見つかりました？やっぱ仮にもホロライブハウスだからね。外見ちゃんとしたところにしたいし。一軒家って意外と賃貸は少ないですね。少ないね。あってもでっかくて家賃高いな。マンションならこことかどう？ここだと狭すぎますよね、さすがに。2LDK でもそのうち一部屋は4畳かよ。ここが4畳に住むならいいけど。おお、ふざけんじゃないよ。いっそでっかいとこ借りちゃおうよ。2人で？いや、もう一人入れちゃおう。いけそうな人がいますね。いるね。一緒に住む？いいよ。おいこれどういうことですかね。ちょっとどういうことですかこれ。わかんないよ。ちょっとこれとんでもないことが起きるのではないんですか？やばいでしょこれやばいでしょ。
ちょっとまた死人が出ちゃうんじゃないの？これは来ちゃー。皆さんの意見はちょっとみんなちょっとね驚いてますね。今日もかわいい。ちょっとちょっと手が滑ってる人がいますね。ちょっとリンゴジュース代にしたら高いですね。来たー。これやばいのではないでしょうか。皆さんこちらですね。詳細はですね、本日かなたちのチャンネルで今夜の19時ですね、こちらでちょっとわかるらしいですよ。何ですかね、詳細わかんないですね。なんか死んじゃってる人いますね。これ言葉を失ってしまうのではないでしょうか。これに対し超有識者の警視は私も自動的についてくる。これ警視ですからね。3LDK の K などはねこの方なのではないかと言われているのですが、ちょっと期待が高まるのではないでしょうか。そして今回ですね、皆さんに覚えてほしい言葉がこちらですね。I hate this。これはね、つまり皆さんどういうことかと言いますと、これね、この言葉だけ見ますと I hate、 つまりこれね、言葉だけ見ますと私、I は私ですよね。嫌いです。これという形に見えるかもしれないのですが、実はねこれね全く違う意味なんですね。これ実はまずねどういう意味か言っちゃいますね。どういう意味かと言いますと、こちらですね、マジ無理、もう底辺すぎてマジ無理大好きっていう意味なんですね。皆さんね、例えばですね、クリエイターの方などがね、Twitter とかで自分の作品ですとかね、絵をね、このように公開して海外に来から Oh, I hate this という意見が来たことなどある方もいると思うんですよ。これ実はですね、日本語で言いますとマジ無理と同じ。日本語でねマジ無理って言われたらそれ本当に無理っていう意味と、あとマジ無理、こんなの嬉しすぎてつらたんっていう意味あるじゃないですか。つまり英語でも実はこういうねマジ無理的な言葉ってこれなんですよ。だからね、皆さん、例えば私がね SNS とかで何か低々なものとかそういったものを投稿しましたときに Oh, I hate this という方がねこうやってね感想を述べてくれました方がいましたら、これねこんな作品嫌いだがと言ってるね不快中ではないんですよ。これ皆さんにぜひ知っていただきたい。これはマジ無理大好きと言ってね真逆の意味なので、皆さんねこれでやっぱりね不快になってる方がね日本の方でおらっしゃったら、私はやっぱ悲しいので、とっても悲しいですので、皆さんぜひねこれはねよくね不女子ですとかが使うマジ無理、オタクですとかが使う大体でござるというのと全く同じ意味になりますので、これね知らなかったらこれだけ見たら、文字で見たらなんだ嫌いとかいちいち書かないでくださいよって思うじゃないですか。もちろんですけど、もちろん I hate this でこれ嫌いという意味もあります。マジ無理がマジで無理なんだがとなる時があるのと同じです。なのでそこはねちょっと文脈で読んでいただくしかないのでつらたんなところですけど、皆さんこのような文字がね見えたということで、それでもねちょっと一回考えて、これはどっちの意味だと考えられるようになっていただけますと嬉しいです。それではなんと最後にですね、さらに重大なことが起きているようですね。なんと本日22時から知らぬいフレアパイセン
重大発表があるんですね。これ重大ですよ。これは重大ですよ、皆さん。先ほどのね、ちょっとね、なんか、かなここ同居の続きもね、やっぱ皆さんね、びっくりしょんべん漏らしニュースでしたが、これもしょんべん漏らしていますね。みんなちょっとおむつパンパンでは、今ね。ちゃんとお母ちゃんに変えてもらってくださいね。というわけで、今日はね、一体何なんだ？一体何なんだ？みんな待っていたようですね。あれか！あれって何でしょうかね。ちょっと気になっているようですので、皆さん22時からはフレアパイセンのチャンネルに行くしかないのではないでしょうか。それでは皆さん、今日も見てくれましてありがとうございました。今日のアークサーバーのパスワードは22002201 2200ということで、おはようございました。FUCK FE